こんにちは、TK キャンプです。今回は和歌山県での遠征徒歩キャンプ、人生2回目のハンモックを使ったキャンプになっています。はい、焚き火もですね、ちょっと新ギアを使いながら楽しんだ一日になってますので、ぜひご期待いただければと思います。ハンモック楽しいですね。それでは本編をどうぞ。まずですね、神戸から、和歌山へ移動してきました。で、電車で移動して、ですね、御坊という駅まで、電車でやってまいりました。はい、そんなに乗り継ぎもないので、やっぱり関西も電車だと便利ですね。はい、割とすぐ移動することが簡単にできました。そして、この電車の窓から見える景色は本当に綺麗で、和歌山といえばやっぱり海っていう感じですよね。白崎海洋公園が懐かしいです。はい、そんなこんなでですね、こういう風に電車の旅を楽しんだら、あっという間に和歌山の目的地の駅へと到着しました。はい、御坊駅やってきました。明日キャンプイベントに誘っていただいて、キャンプがあるんですけど、ちょっと朝早くからスタッフとしてお手伝いするので、今日は全泊しようと思います。割とこう、のどかな感じですね。今大体午前の10時半ぐらいなので、ちょっと寄り道してから今回のキャンプ場に向かいたいと思います。御坊駅から歩いて10分ぐらいなんですけど、宝の湯っていうスーパー銭湯がありましたので、ここにちょっと温泉入っていこうと思います。なのでちょっと温泉でゆっくりしてお昼ご飯食べて、スーパーで物を買ってキャンプ場に行きたいと思っております。今日は海岸沿いのキャンプ場でちょっとハンモック泊をしたいななんて、そんな風に思っております。ではまた。めっちゃ雰囲気。温泉に入ってきまして、今キャンプ場に向かってます。だいたい1時間ぐらいですね。6キロぐらいかな。比較的駅からも歩けますね。バスを使えばもっとキャンプ場から近いみたいです。はい、御坊といえばここロマンシティにやってきました。ここにちょっと買い物していこうと思います。はい、こんな感じでロマンシティでだいたい必要なものを買いましたね。このキャンプ場の近くにコンビニもありますし、スーパーもあって、ホームセンターもあったので全部揃いますね。すごい。いやー、すごい超のどか。海がすぐそこなんで川も綺麗ですね。多分木の奥がもう多分海なんですよね。ちょっとこう少し北に登ると白崎海洋公園なんですよ。和歌山の有名な。僕も日本一周で去年行ったんですけど、今ちょっと思い出すのが風が爆風だったんですよね、白崎海洋公園で。今もうこっちに寄れば寄るほど風を強く感じてるんで、ちょっと大丈夫かなって心配になってきてますね。さあ、どんなキャンプになるでしょうか。はい、キャンプ場に近づいてきました。急に自然感がすごくなりましたね。こんな感じで、いやー、めっちゃ気持ちいいです。なんかこう森林浴を味わえますね。すがすがしい。すごい、ここの一帯だけ軽井沢みたいですね。めっちゃ綺麗。もう着きましたね。ここです。はい、なんて読むんだろう。円珠海岸キャンプ場。とにかく 100m です。なんかもっとこう武骨な感じの野営地に近い感じなんかなと思ったら、結構しっかりしたキャンプ場っぽいですね。いいことです。1500円でした。で、駐車場代金とかはお車があってもかからないそうです。で、フリーサイトなので予約が必要ないみたいです。かなり広大なサイトみたいなので、予約が取れないってこともあんまり考えにくいみたいですね。しかも今日平日なので、おそらく人は少ないんじゃないかなと予想しております。今回はですね、ようやく逆だ、深大寺マウンテンワークさんのハンモックを定価で普通に公式サイトから購入できたので、これをちょっと使ってみたいと思います。これめちゃめちゃ人気で本当に手に入らないんですよ。本当運よく買えたので、ハンモックデビューで
ハンモック、DOD で1回デビューしてるんですけど、UL ハンモックデビューはこいつをちょっと使ってみたいと思います。できるかな、ちゃんと。合ってますかね。ちょっと低すぎですね。いやー、深大寺マウンテンワークスでハンモックデビューしてみました。いや、めっちゃいい感じですね。これ寝れそうな気がします。で、本当に簡単とは聞いてましたけど、めっちゃ簡単でした。これもちょっと深大寺マウンテンワークスさんの作品なんですけど、ここを巻きつけて、で、単純にここを引っ掛ける。で、これは調節コードみたいなのがついてて、ここを自由に自在みたいに長くしたり引っ張ったりできるので、僕みたいな初心者のコントロールすごい簡単でしたね。いや、めっちゃいい。で、実際生地がすごいしっかりしてるんですよ、これ。だから、なんか、僕が思うハンモックのイメージと、いい意味で違いましたね。なんか、危ない。危ない。なんかすっごいゴワゴワしてるというか、生地が分厚いっていう、40デニールとかなんですよね。確か。だからめっちゃ分厚いっすよ。なんかその分重量は270ぐらいあるのかな。重量はしっかりとした感じなんですけど、そこからなんかすごい安心感あるんで、なんか僕みたいなハンモック慣れてない逆に初心者さんとかすごいいいかもしれないですね。めっちゃ生地分厚いです。すごいしっかりしてる。いや、しかも縦が270センチぐらいあるんですよね。180センチあるんですけど、余裕だし、ちょっと無茶な乗り方しても結構剛性があっていいんかなと思います。もちろん鍵とか絶対外した方がいいと思うんですけど、とはいえ破れちゃうと思うんで、ただすっごい剛性はすごいしっかりありますね。これはすごいかもしれない。こんな感じでもう一本ですね、ここにガイラインみたいなの引いてます。そうすることによってこうやって小物入れとか入れられるんで、地面に携帯とか財布とか置かなくていいので、こういう風にですね、宙に浮かすっていう感じが結構ハンモックらしくておしゃれですよね。めっちゃ気持ちいい。やばい。いや、めっちゃ気持ちいいです。やっぱここ剛性がすごい。深大寺マウンテンワークスのハンモック、いいとか聞いてたんですけど、これもすごいですね。めっちゃ剛性が強い。安心感。で、寝ながらですね、景色が見えて、寝転んでですね、こうやってこう、ぐうたらとですね、過ごすことができるっていう。めっちゃ涼しいし、そして、めっちゃ気持ちいいっす。いいな、ハンモック。ちょっと、ハンモック、これから出番増えるかもしれないですね。いや、気持ちいい。やっぱり僕もそんなにハンモックやったことないんで、違いはわかんないんですけど、でも聞いてらっしゃると、やっぱ剛性がやっぱすごくて、なんか DOD の使ったハンモックとやっぱ全然感覚が違いますね。すっごい厚い生地に包まれてる感じじゃなくて、安心感がすごいです。はい。そしたらですね、エンライトイクイプメントのキルトの紹介をしてほしいっていう声がすごい多かったので、ちょっと今日はその紹介をしてみたいと思います。で、横幅はこの通りすごい大きいです。バックパックの横幅よりも大きいんですよね。で、これはマイナス1度対応のワイドになってます。ですから、キルトの中の河川タイプではめちゃめちゃ大きい方だと思いますね。で、圧縮したらどれぐらいまでいきますかっていう質問いただいたんですけど、いきますね。圧縮したらこれぐらいにはなります。ですからバックパックの横幅にはギリ入るかなっていう感じでした。ウィンドライダーの2400の横幅にはギリ入ります。ただ河川なのでダウンほど圧縮してもそんな小さくならないんですよね。だからこれぐらいのボリュームはマイナス1度のワイドだとかかってくると思います。はい。まず見てほしいのがこれ裏側なんですけど、普通キルトって
こういうゴムテープのみ、こういうゴムテープのみみたいなところが多いんですけど、ここの後ろ側はこういうホックになっててファスナーになってるんですよ。だからこの下半分はファスナーとして使えるっていう。だからこの下部分は結構すごいしっかり締めれるんですよね。でここ足部分にすればいいと思うんです。そしたら普通のキルトだと足ってこう囲まれてるんですけど、こう開けれることができるので細かな温度調節もしやすいです。これがすごくいいポイントなんですよ。普通キルトってここ絶対囲われてることが多いんで、そうすると結構オーバーヒートしちゃうことが多いんですよね。でこれはここのゴム紐で絞れます。ここにマットとかを使って絞ると結構こうなります。だからすごいあったかい。でちょっと暑すぎるなとかいいなって時はこういう風にかけてガバッと使うともうお布団感覚で使えるんですよ。これはすごいいいとこで、日頃のお布団に近い感覚で寝れるなっていうのが、しかも河川だとなおさら思った感じなので、寝袋が寝づらいなっていう人一回試してほしいなと思います。でこれマイナス1度対応っていうこともあるので河川でもめっちゃ高いです。かさばるんですけど、そういう意味では軽いんですよね。だから僕結構これ使えるなと思うのと、でも個人的にはその先ほど言った通り河川だったら5度対応まで、サイズ感の問題でおすすめするんですけど、重ね着ができると思うんですよね。普通にお布団として使えるんで、ここに 300g とか 400g の UL 寝袋と合わせて、1 kg ぐらいで使えば多分マイナス10度ぐらいまでいけると思うんですよ。だから重ね着を使えばいいと思うんで、河川だったら5度対応とかまでがいいんじゃないかなと個人的には思いました。ハンモックバージョンで貼ってみました。ちょっとですねワイドっていうこともあるのか、ここが意外ときっちりはまらない感じだったんですけど、あったかいわ。ワイドだともうトップキルトみたいな感じになりますね。今寝てみた感じは、寝てみた状況は結構普通にあったかくて使えました。もう暑すぎるぐらいでしたね、今の昼ぐらいの気温だと。で逆にワイドがゆえにほぼトップキルトぐらいしっかり覆うことができたので、ちょっとこれで一泊してみようと思います。はい。で実際にやっぱりこの普通のエアマットとかでも使えるわけなんですけど、やっぱりこういう風にすごい伸縮ができたりとか、高度で調整できたり、ここのファスナーがついてたり、両側にこのちゃんと穴を閉めるコードがついてたりと、すごい多機能なんですよね。で、僕すごくいいなと思ったのが、こう肌寒い時に上着をちょっと持ってくっていうのも荷物だったりするじゃないですか。そういう時これ外せば、毛布代わりにできるんで、で結構あったかいんですよね、本当に。マイナス1度対応とかになると。で、しかも河川だから洗いやすいとか、ちょっとこういう風に底とか汚れると思うんですけど、洗濯機とかに入れられるんで、すごく個人的にはいいなと思ってます。かさばるんですけど、その分メリットがあるものかなと思ってます。じゃあ、あらかた設営が終わりましたので、今日のキャンプギア紹介をしていきたいと思います。まず、今回何といっても初なのがハンモックなんですよね。ハンモックが深大寺マウンテンワークスのハンモックを使っています。はい、これがデニールがめっちゃ分厚いんですよね。僕ハンモック初心者なんですけど、生地がすっごい分厚くて、すごい安心感あります。とはいえ、鍵とかやっぱり避けちゃうと思うので、ちょっと試してみたいなと思います。で、これも深大寺マウンテンワークスから出ている、いわゆる蚊帳ですね。頭だけ蚊帳。まだ蚊が出てたので使ってみたいと思います。で、エンライトイクイプメントの河川キルトですね。マイナス1度でワイドを使ってます。なのでちょっとタルンとしてるので、ワイドじゃなくてもハンモックの時はいいのかなと思いました。はい。ただワイドだと、これ寝てみるとですね、すっごいこう覆えるので、めっちゃ高かったんですよね。はい。だからトップキルトなしでいけるんじゃないかなと思います。はい、で、これはタカニーガコラボの、袋ですね。で、ハイパーライト、そこに吊り下げてます。で、タープがライトウェイですね。ライトウェイのタープで、これで 120g 切るぐらいなんですよ。めっちゃ軽くて、縦270センチなので、ちょうどいいぐらいかなという感じですね。で、前回もご紹介した、能登復興応援記念限定モデルのキーノさんのランタンになってます。であとはいつものカーボンシェアフィールドですね。フィールドレコードさんのものと、あとはテーブルがこちらですね。はい。ブルームーンファクトリーさんのテーブルですよ。これも 100g 切るぐらいのめっちゃ軽いですよね。はい。で、この前のステッカーを貼りました。
で、久しぶりですね。日本一周の時はめちゃめちゃ使ってたんですけど、ファイヤーボックスの7を持ってきました。はい、明日も連泊というか、明日も違うところの和歌山でキャンプするので、持ち運びしやすいこれですね。で、チタンリフレクターの汎用がですね、すごい蓋にしっかりはまったので、リフレクターとして使うのすごいいいですよね。はい、で、これも能登応援限定モデルのランタンになってます。38度ですね。で、福部さんのナタで、レイピアですね。というところで今日は一日過ごしていきたいと思います。はい、こんな感じ。ファイアボックスのナノ自体にこのチタンリフレクター汎用ははまらなかったんですけど、この蓋には結構ヒットしたんですよね。だから結構ですね、ちゃんと風よけリフレクターになるし、雨よけもできる。これ雨でもできるからいいですよね。これちょっと試してみたいな。どういう風に変わっていくのか。で、これぐらいちっちゃいと、もうセリアとかで買えるこういう100均の薪を使ってます。はい。これでも結構十分40分か1時間ぐらい燃えるんで、はい。こんな感じですね。やっぱりハンモックのいいところは、すっごい簡単なんですよ、本当に。本当に簡単ってみんな言いますけど、本当簡単なんです。だからテントに比べると設営がやっぱ早いので、慣れちゃえば一瞬ですね。しかも、チェア代わりにもなるし、なんかすぐさっとこうくつろぐことができますね。で、明日はもういい天気なので、ザックをちょっと外に吊り下げて、こんな感じで今日は過ごしていきたいと思います。お風呂入ってきてますね。タオル干してます。めっちゃいい感じ。結構いろんな方がいらっしゃってますね。今時刻の4時半ぐらいですかね。バトニングするほどでもないかもしれないんですが、ファイヤーボックス用にやってみましょうか。多分振りかぶっていける。素晴らしい。これぐらいに入るんだよ。めちゃめちゃ気持ちいいですね。この方で。決まる。いい感じになってきました。ちょっとね、この GoPro だと見えないんですけど、この先に海がすごい綺麗に見えるんですよね。で、またで結構いろいろやっちゃいましたんでね。そしたらですね、一杯いただこうと思います。よっ。うわ、飛んじゃった。はい。そしたら、乾杯。うまっ。めちゃめちゃうまい。やば。いやー、この前のオフ会めっちゃ楽しかったですよね。能登島の神亀音キャンプでしたね。すごい楽しかったですね。このステッカーとかもいただいて、本当にありがたいですね。いやー、キャンプもそうですし、動画これから上げられるにあたって、今まで能登、それこそ石川県にすら来たことがない人たちもいたと思うんで、それが3人のお力によって、今回のことで興味を持ってもらって、関心を持ってもらえること自体がすごく素晴らしいなと思いました。本当に素晴らしいなってすごい思ったんですよね。で、僕もやっぱり今まではすごいキャンプ動画を楽しんでるだけだったんですけど、そういう何かこう地元の県の力になりたいと思った時に、やっぱ発信力だったりとか影響力があるようになりたいなって思うようになりました。だから今までチャンネル登録何人目指すとかなんとなくしかなかったんですけど、1万人目指したいなってキャンプのオフ会ってすごい思ったんですよね。
1万人チャンネル登録者さんがいらっしゃったら、オフ会にもやっぱりたくさん集まられるだろうし、発信したことにやっぱ影響力が出るんだろうなっていう気がしたので、皆さんみたいに5万人とかちょっとさすがにハードルが高すぎて現実感ないんで、僕今3300人ぐらいありがたいことにチャンネル登録者さんいていただいてるんですけど、これを機に1万人目指して頑張りたいなと思いますので、皆さんもよかったら応援ぜひお願いします。なんてことをね、ちょっと決意を持って、キャンプをし始めた次第です。この前のオフ会のすぐ次のキャンプなんですけどね、1週間前ぐらいが能登島のキャンプでした。すごい楽しかったし、やっぱ思うことがすごいいっぱいあったんですよね。僕もちょっと頑張りたいなと思いました。でちなみに明日なんですけど、今日僕和歌山の御坊の海岸のところのキャンプ場に来てるんですけど、明日和歌山の実はキャンプイベントに招待していただいてるんですよ。地球儀オフ会でお友達になった山ちゃんっていう方に、その方和歌山在住なんですけど、和歌山でキャンプイベントされるのでよかったらどうですかっていうのを招待してもらったんですよね。招待というか、スタッフとしてもちょっとお手伝いがあるみたいな形なので、スタッフとしてお友達招待していただいたって感じですね。その中でも明日地球儀のゆうさんと、あとバズキャンプのひろたさん、あとギリメンヨッピーさんっていうすごく人気 YouTuber3 名が集まるイベントなんですけど、そこに参加させてもらうことになったので、ちょっと紹介もさせてもらえるということだったので、すごいその3名様に比べると僕なんて本当に誰も知らないと思うんですけど、でもさっきみたいなことがあるので頑張って、PR していきたいなと思います。でも本当ありがたいですね。こうやって友達がそういう機会を作ってくれるのも嬉しいし、その友達自体もキャンプイベントを開催するってすごいことやと思うんですよね。 YouTuber を呼んで。だから僕も本当にいろんな方のやっぱり頑張り見てすごい刺激を受けてるので、何かしらそういったことをやっぱやっていきたいなと改めて思いますね。明日もすごい明日で楽しみです。いやビールがうまい。刺されもなかった。チタンリフレクターがあることによってちょっと高さも出すこともできるし、やっぱ風防の代わりにもなって火がよう燃えますね。やっぱリフレクターの効果めっちゃあります。めっちゃあったかいです。あんまりファイヤーボックスなのであったかさ感じたことないんですけど、めっちゃあったかいですよね。近くにいるとすげえな。早く燃え尽きちゃう。チタンリフレクター汎用との相性めっちゃいいですね。あったかい。ごぼうさんの作りのグレ見たことないですね。グレって感じっていうのと、お作りのコロタイっていうのをちょっと買いましたので、それを食べたいと思います。
バッチいけましたね。グレー。うまい。グレーだったんですよね。コロタイをちょっと食べてみたいと思います。皆さん聞いたことあります？コロタイって。僕は初めてでした。うまっ。これめっちゃうまいですね。いやー、幸せだな。焚き火ができてちょうどいい気候でコロタイみたいな美味しい魚を食えてうまい。うまっ。じゃあ2本目いくかな。最高だ。乾杯。うまい。あちゃ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 。お得が軽いからありがちだよな。この風貌結構使えたな。明日も使おう。バスキャンプの広田さんがメッセージくれたんですよね。本当に1年2年ぶりぐらいかな、お会いしてないですけど、すごいまた明日お会いできるのでめっちゃ嬉しいですね。なんかこういうキャンプでつながって本当に友達ができて、何年会ってなくてもキャンプっていう共通の趣味でまた一緒に会いましょうってこうメッセージを交わせるのが本当幸せです。いや本当キャンプやってきてよかった。人間に生まれてよかったですね。本当に楽しい。暑いな。マジでリフレクターの効果すごい。ありがとうございます。本当に。いやー、ありがたい。カメちゃんのキャンプオフ会でお友達になった方がわざわざ差し入れを持ってきてくださいました。はい。いや、これだけのために来てもらうと本当申し訳ないですね。本当にありがとうございます。いただこう。ちょうどお酒切れたからよかった。うまい。オレンジみかんエールめっちゃ美味しいです。これありがとうございます。うまい。いや幸せもんですね。こうやって友達とこうやって差し入れなんかいただくなんてね、すごいありがたい。本当に昔キャンオさんがやってましたけど、キャンプやってると無限に友達ができるんですよね。しかもこんなよくしてもらうことなんてなかなかないから、本当にキャンプの力って偉大だよな。いや本当にキャンプしてよかった。いや幸せだな。いや俺みたいなもんに本当ありがとうございます。いや本当楽しい。いや気持ちいい。風もちょうどいいし、風もちょうどいいし気持ちいいな。今日はぐっすり寝れそうだ。それではまた明日、おやすみなさい。時刻は今23時50分くらいなんですけど、結構表の人がうるさくて、これが俗に言う迷惑キャンパーですかね。寒かったですね。こんな感じで通過圏ができたりとか、そういうのすごいいいところです。めっちゃ暖かった。暖かいのと、こういう感じです。はい。足元寒い。この際とか、結構こういう使い方ができる。めっちゃいいな。はい、おはようございます。TK キャンプです。今回ハンモック深大寺マウンテンワークスで寝てみたんですけど、そうですね、やっぱ何回か起きましたね。ちょっと僕の、これから課題がまた見つかってやりがいがあるなというところです。ポイントはやっぱこちらがエンライトエクイプメントのキルトのレギュラーワイドなんですけど、ワイドだとどうしても締まりきらなくて隙間から風が入っちゃったなっていうのが何回か起きた理由になります。ですのでクリップみたいな形で止めてしまうか、何かちょっと対策を考えたいなと思いますね。
もっとぴっちり締めれるようにするか、もうエアマットか何かを敷いて、トップキルトとして使うかっていうのをちょっと考えたいなと思いました。でもなんかすごい楽しいですね。で、こんな感じでいい感じになってます。はい、そしたら今日朝ごはんをこの UL 弁当のフルーツミルクグラノーラにしたいと思います。ちょっと今までに珍しいですよね。はい。で、これはお湯を沸かすんじゃなくて、このまま水を注いでそのまま食べれるというものになってるので、ちょっとやってみようと思います。光がついてるんですよね。じゃん。この前のオフ会でいただいたシリアル番号30のスプーンをこれで使いたいと思います。これやばいですね。めっちゃうまいっす。めっちゃうまい。僕の中で UL 弁当はココナッツミルクカレーが一番おすすめだったんですけど、2位に入りますね。甘いのが大丈夫な人だったらおすすめです。はい、こちらも昨日キャンプお友達からいただきました。和歌山ってみかん有名なんですね。なんか愛媛のイメージがありました。フルーツがすごい有名みたいで、確かに昨日もらったみかんも美味しかったもん。いただきます。美味しい。濃厚。いやー、素晴らしいな。めっちゃいいキャンプ場でした、ここ。1500円で、トイレもすっごい綺麗なんですよね。で、コンビニも結構近くにありますし、忘れた時も安心だから、で、枝も落ちてるから、ウッドストーブとかもできますし、で、敷地も広いし、めっちゃいいキャンプ場ですね。結構静かで、星もすごい綺麗でした。いや、ごぼうめっちゃいいとこだ。で、続々と人が来るんですよね。やっぱり超人気キャンプ場なんだと思います。はい。ということで、この後、実際に、キャンプイベントの方に、マウント Q の方に行きたいと思います。では、今回の動画は以上となります。いやー、すごい楽しかったな。和歌山素敵ですね。はい。では、今回の動画が少しでも楽しかったなと思っていただけましたら、大変お手数かと思いますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと大変幸いです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。うまいのこれ。